俺の名前はタイガだ。たまりにたまったフラストレーションを吐き出すように俺は叫んだ。静寂を切り裂いて薄暗い空間に叫び声がこだまする。ここで俺の叫びを聞いているのは古びたガラクタと、息子くん、またですか？ことも投げに黙々と仕事をこなしながらフィリスが言った。彼はこの空間の主、俺より少し年上のブルー族だ。息子って呼ぶなよ。冗談ですよ。でもむしゃくしゃするたびにここで叫ぶのやめてください。 M78 星雲光の国にはさまざまな種族が暮らしている。戦闘が得意なシルバー族やレッド族は宇宙警備隊に所属して平和のために戦うことが多く、対してフィリスのようなブルー族は頭脳が明晰で科学技術局など頭脳労働系の部署に勤務するのが通例だ。フィリス曰く、科学技術局の仕事は多岐にわたるとのこと。宇宙警備隊の後方支援、新技術の開発、さらには過去の遺物の管理まで。ここはその過去の遺物を管理保存するためのいわば倉庫のような場所だ。周りには歴史上の大事な遺産がびっしり整理されて並んでいるが、管理人であるフィリス以外には誰もいない。つまり俺が日々の不満を吐き出すのにうってつけの場所というわけ。誰かいるところで叫んだら余計に騒がれちまうだろ。父親が偉大すぎるのも考えものですね。ウルトラマン太郎、それが俺の父の名前だ。この事実は俺の日々の不満の一端を担っているというより、ほぼこの一点に尽きる。宇宙警備隊大隊長ウルトラの父と銀十字軍隊長ウルトラの母の一人息子にしてウルトラ6兄弟の一員、さらには宇宙警備隊の筆頭教官。肩書きが渋滞してますよ。まったくだ。だから誰も俺のことを名前で呼んではくれない。みんなが見ているのは俺じゃなくウルトラマン太郎だ。その息子という肩書きだ。変に手厚く扱われたりすごいことができて当然と思われてしまう。俺は確かに太郎の息子だが、大河という名前があるんだ。そんな毎日に嫌気がさして、時折この場所に来てはフィリスに愚痴を聞いてもらっている。フィリスだけはいつも俺のことを俺として扱ってくれるのだ。それにしてもすごい量だよな。また増えてないか？正直どこが貴重なのかよくわからないものもあるけど、俺は山と積まれたガラクタ、もとい歴史上の遺物を眺めていった。貴重だから保管しているのではないですよ。大事に保管しておくからこそ後に貴重なものになるんです。フィリスはリストと保管されているものを照らし合わせ、時に何かを書き加えたりしている。いつ来ても同じような作業をしているけど飽きないんだろうか。先人が残した歴史を未来へ継いでいく、とても大切な作業です。自分自身が歴史に残らなくても、私が残したものが誰かの大切な歴史になる。意義のある仕事ですよ。そういうもんかね。俺はやっぱり俺自身の名前を歴史に残してやりたいな。伝説のウルトラマン、その名はタイガってね。誰もが俺の名前を呼ぶことになるんだ。そん時は頼んだぜフィリス。気長に待ってますよ。フィリスは話しながらも絶対に手は止めない。器用だなといつも思う。今も小ぶりな保管カプセルを手に取りながら何かを確認している。そのカプセルには何が入ってるんだ？何の気なしに聞いてみると、珍しくフィリスの手が止まった。今の君には必要な話かもしれませんね。そうつぶやいてこちらに向き直り、フィリスがその小さなカプセルを俺に見せてきた。カプセルには何も入っていないように見えた。顔を近づけ目を凝らす。なんだこれ。
銃？ずいぶん小さいな。カプセルの中には小さな銃らしきものが収められていた。異性のものだろうか。それは仰々しいカプセルには不釣り合いな小ささだ。俺たちが使うにしては規格が違いすぎるように思えた。この銃の名前はトライガーショットと言います。トライガーショット。フィリスが語ったのはとあるウルトラマンの話。俺の父ウルトラマン太郎の教えを受けた兄弟子の話だった。